さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は床断熱。前回このように床を剥がりましたんで、今回はですね、断熱材でありますスタイロフォームを貼っていきます。それでは断熱材を入れていくんですけども、こちらがスタイロフォームっていう断熱材になります。で、ホームセンターに行きますと、これが、910と1820で、だいたい畳1枚分ぐらいの大きさで売っています。で、これを今回は6枚ですね、使っていくんですけども、厚みがですね、いろいろあります。20mm、30mm、40mm、50、60、70ぐらいまであるんでしょうか。前回もお伝えしましたけども、薄いと、薄着をしていると。分厚いと、厚着をしているという考え方でいいと。なので、寒い地域ほど分厚くしたいんですけども、今回はですね、最寄りのホームセンターに分厚いのがあんまりなかったのと、予算が全然違いますね。これ 30mm なんですけども、これで1160円。で、分厚い 70mm になりますと、1980円。1枚ですね。1980円ぐらいするので、大方倍ぐらいの費用がかかってきます。このスタイロフォームを貼る順番はですね、奥からずーっと後ろに逃げていくような形になります。まずこの間ですね、測っていきます。毛がいた線に定規を合わせて、まずはですね、軽く溝を作るような形でカッターを入れていきます。軽く入れます。一気に切ろうとすると非常に力がいりますんで、外れた時に手を切る可能性が高くなるので、何回かに分けてゆっくり切っていきます。これでピッと折り曲げるとこういう風に切れると。次にですね、切ったスタイロフォームをここで収めていくんですけども、この時ですね、そのまま置くとスタイロフォームが下に落ちてしまいますので、こういう WZ ピンで、これをこのセンターのところでパキッと折ります。折るとこういう形になりますんで、これを端っこと真ん中で、長方形で1枚に対して6個ですね、置いていきます。1枚に対して6個いりますんで、結構数はいります。今回80本、1パック16本入ってるんで、5袋買ってきたんで80本ですね。多分足ると思うんですけどね。でこれホームセンターのおじさんが、これ1パック500円なんですけども、もうやめるから半額でいいわって言って半額にしてくれました。めっちゃラッキーでした。こことここにトゲみたいなのがついてて、こうグッとグリップするようになってるんですね。こんな感じでちょうどこの面のところまで押し込んでいくと、これをひたすら繰り返すって感じですね。今3分の2ぐらいが終わったんですけども、ここで注意したいのが、絶対にこの上に乗らないっていうことですね。この上ですね。この上に乗ってしまうとズボッと抜けます。この ZW ピンだけで支えられてるので簡単に抜けます。でこれ抜けちゃうともう悲しみしか生まれないので気をつけてください。これ油断すると手とかついてズボッていっちゃうんですね。これ現場あるあるだと思うんですけど、残りはですね、この幅の長さに切って同じようにこういう風に入れていきます。手をついたらボッていきますんで、こういう
板をね引いておくと作業しやすいです。スタイロフォームが貼り終えました。次はですね、こちら気密防水シートですね。これをこのスタイロフォームにとネダの間が空いたところに、貼っていきます。どうしてもこのスタイロフォームとこのネダですね、ネダの間に少し隙間が空いてるところがあるので、この気密防水シートで穴を塞いでですね、少しでも気密性を高めていきます。この隙間が空くことを断熱欠損というそうです。欠損してますね。こんな感じで部屋全体テープで補修していきます。特にこの作業をするときですね、この踏まない、手を置かないっていうことに気をつけてください。この気密テープが 20m 巻きなんですけども、これ僕2個目なんですけど、これ全部この結合部分ですね、全部貼っていこうと思ったら6畳まで3ついりますね。これもう1個買いに行けばいいんですけど、田舎暮らしなんで結構遠いんですね。往復1時間かかるんで、もうこの気密テープは2個でなんとか気になるところだけ貼ってね、しのぎたいと思います。次はこちら、防水透湿シート。ホームセンターのおじさんにですね、気密シートありますかと言うと、ないと。で、この防水透湿シートなら気密シートと同じような使い方ができますよということで、これを買ってきました。で、この上からですね、これを敷いていきたいと思います。このシートめちゃくちゃいいですね。快適住空間を守る新進素材のハウスラップ。芯が2つ来てますからね。こういうこと書かれると非常にテンション上がりますね。あら、止まるなよ。壁側の端の部分ですね、これポイントになりますけども、こういう風にネズミ返しみたいな感じで敷いていくとより気密性が上がるので、ちょっとこう奥に押し込みながら敷いていきます。1列目引き終えたので、次2列目ですね。2列目引く時にのポイントはですね、ちょうどこの部分を20センチぐらいこのオーバーラップさせて重ねて引くっていう感じですね。そうですね、ちゃんとこの点線打ってありますんで、これ点線同士合わせると、こうやってオーバーラップして、重ねられるという、これいい商品ですね。ちゃんと点線ラインが打ってありますね。で、ちなみにこのロールがですね、50m 巻きで6畳で1ロールあったら3部屋ぐらい貼れますね。継ぎ目の気密テープで押さえていきます。それでは次に合板を貼っていくわけですけども、捨て張りとかってよく言います。12mm の合板になります。で、なぜ 12mm かと言いますと、これ前回はぐったやつですね。あのボードが 12mm だったので、同じ厚みのものを使用します。これ貼り方もいろいろあるみたいです。レンガ張りみたいな感じでクロスさせていくのもあれば、もうシンプルにパン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 と並べるものもあるようです。で、今回はですね、もうシンプルに並べて貼っていきたいと思います。この合板の上に最後仕上げのフローリングが来るんですけども、これ床ね、このボードはここにこうめり込んで入ってたんで、めり込んで貼りたいとこなんですけど、なかなかこうグッと入っていかないので、一番端っこに合わせてもう置いていく感じにしたいと思います。それでは次に釘を打っていくんですけども、この下の根田のセンターの部分をですね、ちょっとこう印を受けとくと
間違わないので、板を張っていってしまうとどんどんこの根段の位置が見えなくなってしまいますので、これはしっかり毛がいておきましょう。ボードの上からこの根段の位置に釘を打っていくんですけども、釘の長さはだいたい厚みの3倍から4倍なので、これが 12mm なんで、36mm から 48mm の釘が妥当だということです。でまず軽く打ちつけて、そこから振りかぶっていくと。軽くまず打ちつけてで、僕はこのエア釘打ち機を持っているので、これでやっていきたいと思います。めっちゃこれの方が早いんですね。こんな感じで終わっていきます。あと、こんな感じですね。次にですね、この2枚目を留める前に、この3枚目ですね、ちょうどここがこう L 字に出っ張ってますんで、ちょっとこれを作ってからこの2枚目3枚目を一気に留めていきたいと思います。まずはここの長さを測って、でこの奥行きですね、75。こういう風に切ったボードを上に乗せて、でここを毛がきます。でまたこれ一回お休みさせて、これをカットします。床断熱が終わりました。あったかいですね。なんかカーンともう、冷える感じがあったんですけども、それがなくなってます。で、次はですね、いよいよヘリンボーンの、フローリングタイルを貼っていきます。なので、次の動画はぜひぜひ見てください。それでは、よいしょ。うおー！